共産党は上品でいたいんだって。はい、おっしゃる通り上品でいてください。その代わり選挙で勝つってことは諦めてください。で、それと、さっき申し上げたニューヨークでは社会主義って言ってると勝てるんだぞっていうのを見て、社会主義が古いとか言うてるやつに言うとね、どうせね、ほんで、なんで共産党が出えへんねんとか言いながらおっさん言うんでしょ。でも共産党は上品やから勝たれへんねやんけ。お前らみたいな社会主義は古いとか、ようわからんことを言うてる頭の悪い連中にも名前書いてもらわなあかんのが選挙やねん。ほんならお前らみたいな偏差値50以下の人間に心なびかせよう思ったら誰かのことアホボケかす言うしかないやないか。高市政権を打倒するって具体的に言うと、高市早苗さんの内閣総理大臣としての給与2900万円を没収するってことですよ。めっちゃ下品やん。権力闘争してるんですよ。権力闘争が上品だと思ってたの？アメリカでも示されてるように、田舎のおっさんが嫌がることをね、やり続けることって重要なんですよ。左側が勝とうと思うと。社会主義って言うと、っていうやつが、ゲロ吐いて嫌がるでしょ？社会主義言うたら。古臭いとか言うて。ニューヨークで流行ってんねんけどって話ですよ。で、田舎のおっさんが血ヘド吐いて嫌がるやつをね、もううわーって、俺がもしあれですよ、中道改革連合は絶対あれ、立憲民主党の候補とかやらせてもらえると、俺まず真っ先に何やるか言うたら、水岡さんと上野千鶴子の2連ポスター作るわ。だって田舎のおっさん嫌がるやん。上野千鶴子の名前の方を大きくしとく。で、大阪限定で田島陽子。で、田舎のおっさんが嫌がることを言うというのは、選挙に勝つことの上等手、左側勝とうとするとね、自民党の方みたいな自民党がなんで選挙に勝ってるかってインテリが嫌がることやってるからや。自民党の選挙戦略、参政党の選挙戦略がなぜこうそうするかって考えたらいいんですよ。本読んで偏差値高い人間が嫌がることやったら選挙勝つんですよ。選挙っていうのは嫌がらせなの。いかに上品に相手を怒らせるかが選挙なの。で、ここでね、新たな疑問が浮き上がるんですよ。社会主義って言うて嫌がるからどうのこうの言うてるけど、ほんならなんで共産党勝たれへん。共産党は上品で道徳的に優れた市民にあろうとしてるから選挙に勝たれへんのですよ。道徳的に優れた市民が選挙活動なんかしません。道徳的に優れてたら街にポスター貼りません。道徳的に優れた人は人前でマイク持って喋りません。道徳的に優れた人が他人に僕の名前を選挙活動の結果、札に書いてくださいなんて下品なこと頼みません。勝てるわけないです、選挙に道徳的に優れた人が。道徳的に優れていることが良くないとか、とか悪いとかではなくて、選挙には向かないです。本田由紀さんの演説が素晴らしかったです。山添拓、素晴らしいです。キラキラ、素晴らしい。C さんの演説すごい。認める。が、それは、人形町末広に行ってる連中だけです。凄さがわかるのは。テレビで相席食堂を見てる人に名前書いてもらわなあかんときに、それは通用しない話です。いいんですよ。人形町末広だけで受ける芸で素晴らしいと思います。そういう芸があっていい。僕もそう思います。テレビでは絶対売れない芸です。その通り。それに詩芸というのがある。まさにその通り。それこそが芸である。おっしゃる通り。何の異論もないです。そういう芸があってもいい。おっしゃる通りです。が、その芸がゴールデンの冠番組を持てるか言うたら冠番組を持てないです。で、そして、そこで接心悪案しながら、なぜペペ桜井の冠番組が出ないんだろう。出るわけないですよね。で、なぜペペ桜井がこんなに素晴らしいのにもかかわらず、平日10時のゴールデン番組がペペ桜井先生で撮れないんだろう。気持ちはわかるけど、それは危険な議論やと思いますよ。世の中が間違ってるからさ、っていう麻薬のような答えにたどり着くしかなくなるから。いや、要はね、なんで選挙に勝たれへんのやろうって悩むのやめたらいいんですよ。勝てなくて当然やと思ってりゃいいんです。ペペ桜井みたいにやりたいと思いながら選挙に勝たれへんって悩むのがおかしい言うてるんです。それは俺がいつでも言うように風呂入りたいけど体は濡れたくない言うてるのと一緒ですよ。いや別に上品であろうとするなって言ってるんじゃないです。上品でいいです。優しくていいです。
人の悪口を言わなくていいです。それで選挙に勝とうと思わなければね。風呂入りたいと思ってるんでしょ？体濡れますよ、言うてるんです。風呂入りたいと思ってるんでしょ？だから体濡れるんですよ。体濡れたくないの？ほんなら風呂入んねん、諦めて。そやけど、たもちゃんなんとかしてえな。風呂も入りたいけど体も濡れたくない。いや、それは無理やでって話です。いや、そんなことないはずや。風呂入るようによっては、体濡れる方法もあるはずや。いや、ない、そんな方法は。いや、あるはずや。って言うてる人はしまいに、それは風呂というシステムが悪いって言い出します。いや、別に俺は上品でいることがダメだとか、今の共産党が間違ってるとか言ってるんじゃないんです。よろしいですよ。やらはってよろしい。ただ、それで選挙勝ちたいというのは、望んだらあかんことやし、望むことは危険だと言ってるんです。ええんですよ。人形町末広のように滅んでいけばいいんです。上品さを追求して、最後にこの話をしときましょう。人形町末広が潰れるって決まった日にね、三宅裕司とか、高田文夫とか、明治とか早稲田とか慶応とか、法政とかの落ち研の連中が人形町の末広の前に集まってね。で、人形町の末広っていうのはまあ落語派やったらわかると思いますが、江戸時代の寄席の光景をそのまま引っ張ったようなやつで、マイクさえないんですよ。どうなってるか言うたら、寄席の舞台の下にね、こう亀が仕組んでありましてね。水亀の大きいのがこう何個も置いてあって、噺家さんがお腹の底から声出すから、板の下にある亀に反響して音が大きく聞こえるというような装置のあるような、もう江戸時代のまんまの東京の司法みたいな寄席やったんですね。で、もうそこで見る新章文楽がたまらなくいいと。落語を聞くならば人形の末広だ。人形町の末広だって相場が決まってたんですが、そこが潰れる。でそこが潰れるとなった最終日に、東京中の大学の落研のメンバーが集まってね、まだ学生運動やってるような時期ですから、学生運動の匂いがあるから、こう、集まってね、明治の落研の連中とか、法政の落研の連中とか、が集まって、こう、周りをね、デモではないけど、集会みたいに、なんで潰すんだよってこう、なんで潰すんだよって、こんな綺麗な寄席をなんで潰すんだよ潰すなよ、人形町の末広落語界の宝じゃないか潰すなよ潰すなよ潰すなよ怒るんですよね。そうすると楽屋口からさっと男子が出てきて、若かりしの男子がだって寄席の屋根の上にはしごをかけてスルスルスルってはしご登っていって、屋根の上に立ってでこう集まった大学生を見渡すんですよ。そうすると若い衆のヒーローですからね、男子はね。お、男子だ男子だったら俺たちの気持ちが分かってくれる。男子なんとかしてくれよ人形町の末広を潰すなよつって家元が下を見ながら黙んの待ってて、みんな黙ったかなと思ったら一言ポソッと、おめえらが来ねえからだ。そういうことやと思いますよ。ね、そういうことやと思いますよ。で、なんで来ないようになったか言うたら、その、末広悪いわけでも大学生が悪いわけでもなくて、もっと他に面白いものがあるから大学生そっち通ってたんですよ。人形町の末広で落語で聞くよりも、ジャンジャンで、渋谷のジャンジャンで議論してる方が楽しかったからでしょ。だから、その人形町末広だけで通用する芸でと共産党が言い続けるのは、俺はそれはそれで美しいと思うし、その共産党に金さえ払おうと思うけれども、金払うてでも見たいと思う。赤旗を買い続けてるようにね。その芸は見たいです。舞台の後ろに共産党さんへひいきよりっていう幕張ってもいいです。が、それでね、選挙勝とうとかね、あれは無理な話ですよ。でそれはね、まあ、二方に言ってるわけです。共産党は上品でいたいんだって。はい、おっしゃる通り上品でいてください。その代わり選挙で勝つってことは諦めてください。で、それと、さっき申し上げたニューヨークでは社会主義って言ってると勝てるんだぞっていうのを見て、社会主義が古いとか言うてるやつに言うとね、どうせね、ほんで、なんで共産党が出えへんねんとか新潟のおっさん言うんでしょ。でも共産党は上品やから勝たれへんねやんけ。お前らみたいな社会主義は古いとか、ようわからんことを言うてる頭の悪い連中にも名前書いてもらわなあかんのが選挙やねん。ほんならお前らみたいな偏差値50以下の人間に心なびかせよう思ったら誰かのことアホボケかす言うしかないやないか。そうか出すかどっちかないやないかお前。実際やってんねんから。新藤かなとか。
世の中の半分は偏差値50以下なの。そいつらも有権者なの。そいつらにも名前書いてもらわなあかんの。だから1出すしかないやないか。もし社会主義が古いんやったら、資本主義が古いやないか。だろそんなもん偏差値50以下は客ちゃうって言うたかったら言うてたらええよ、別に。言うてたらええねん。そこに響かんでもええ。立派です。立派です。拍手喝采します。賢さえ分かってたらええ。オッケーオッケー。そりゃなと思う。共感もする。が、選挙に勝ちたい。無理無理上品があかん言うてんじゃん。道具が違うよね。プラスのドライバー持ってきてマイナスのネジ回されへんでしょ言うてんねん。マイナスのネジ回そうと思ったらマイナスのドライバー持ってこな。だから共産党さん何言うてはるか言うたら、マイナスのネジ回そうと思って右手にプラスのドライバー持って、なんで回らへんねやろ。これは回らへんな。ネジの方が悪いんちゃうか言うて。ネジ変えなあかんな。変わらへん。いや、だから下品になりたくなかったらね、政治の世界に入ってこなきゃいいんですよ。体濡れたくなかったら風呂に入らなきゃいいんです。別に体が濡れたくないと思うことが良くないと言ってるわけではないの。それはそれで立派な心がけです。風呂入りたいわ、体濡れたくないわという要求は通らないということです。右手にプラスのドライバーを持ってマイナスのネジが回らないのを首かしげて不思議がっても仕方がないと言ってるんです。高市政権を打倒するって具体的に言うと、確か2900万円だったと思いますけども、高市早苗さんの内閣総理大臣としての給与2900万円を没収するってことですよ。めっちゃ下品やん。上品やったら、まあ高市さんも頑張ってはるしな。権力闘争してるんですよ。権力闘争が上品だと思ってたのねえ。もっと言うとさ、プロレタリアート独裁ってすっごい下品よ。上品か下品かで言えば。いや、なぜ毛沢東が権力闘争に勝ち得たかっていうことですよ。もっと言うたらね、共産党の歴史から言うとね、なぜ特急さんが人気があったかですよ。なんで特急さんの時代にあんなに人気があったかですよ。真逆ですね。真逆ですね。これ俺が都知事選挙の時にこれね、田舎のおっさんの最たる事例です。稲子真逆です。もう全く表も読めてないし、全く現実も見てないし、理想はいくら掲げても他者への攻撃が目立つ議員ほど選挙で苦戦しているのが現実。市民には受けられてないんだよな。貴殿の主張は蓮舫の例は最たるもの。蓮舫がダメだった理由は、都知事選挙で小池百合子の批判を知らせずに、ポスターが笑顔だったからです。田舎のおっちゃんとね、たもっちゃんの言うてることのね、現実の違いです。あなた方が言うてる現実の違いです。これは全く選挙が違うけれども、完全小選挙区という意味では同じです。蓮舫の失敗というのはポスター見たらわかるんです。蓮舫の都知事選挙の、ポスターです。俺が言う下品に戦いというのはこういうことです。どっちが勝つかということです。こういうことです。でね、俺の言ってることはまだわからん。これ今石垣のり子は俺はまああれやと思うけども、はい、なんでかっていうのはわかりますよ、一発で。都知事選挙なんで、都知事選挙同士で比べましょう。こういうことです。そういうことです。こういうことです。こういうことです。俺これ見た瞬間に、勝負ついた。ね。そういうことです。そもそも笑顔のポスターで野党の候補が写真撮ってるのは全く意味がわからないよ、俺。笑顔でいたかった選挙なんか出んな。ほんでね、知らんけど共産党のおじいちゃんとおばあちゃんとすぐ戦うものの歌が聞こえるかって歌いたがるでしょ。ね。戦ってないやん、お前ら。慰めやってるだけやんけ。戦ってないやんけ。戦うものの歌が聞こえるか、鼓動があのドラムと響き合えば、という歌を歌えるやつは心の中に怒りがあるやつだけです。あの歌は笑顔で歌う歌ではないです。綺麗な声で歌う歌ではないです。戦うものの歌が聞こえるか、鼓動があのドラムと響き合えばとして歌うもんです。だから列に入れよ我らの味方に、砦の向こうに明日があるって言えるんです。野党が選挙をするということは、今仕事してる人に仕事を辞めろということです。
必然的に顔つきは意地悪にならなければ説得力ないです。親しみやすい首切りってないんです。野党は死神です。与党からすれば野党は死神なの。死神善として近づきましょう。野党が選挙するというのはそういうことですからね。与党の人から見ると死神なんですから、野党は。何考えてんの？与党の人から見たら野党が選挙に勝つってのは自分が無職になるってことですよ。何考えてんの？だから、もうそんな無理なこと言わん方がええですよ。あれ、本田さんがさ、すんまへんけどそこどいてくれまへんやろうか、言ったら面白かったやろな。あれ、そこをどけやからええわけでしょ。すんまへん、そこどいておくれやっしゃやったらあかんわけでしょ。そこどけ言うんでしょ。それが上品なわけないじゃないの。道徳的に高い行為なわけないじゃないの。何をおっしゃるうさぎさん。熱いの、しかし。だから岸本さんの選挙はなんで勝てたんですか言うてるけど、岸本さんの選挙、岸本さんなんか柔らかかった？綺麗な選挙ではあるかもわからんけど、決して上品な選挙ではないよね。ちゃんと戦ってたよね。しかも社会と戦ってたよね、現職として。現職だからチャレンジする相手を、前の選挙は新人やったから現職が前の戦い戦う相手やったけど、今回はクレバーやったら社会と戦ってたよね。で、だから社会と喧嘩売るということはどういうことかというと、杉並区民にちゃんと喧嘩売ってたよね。あれは現職としての野党側というか、非自民側の戦い方のお手本になるでしょうな。戦ってる相手が現職と違うということですよ。現職と戦うときは、もっと下品にならんと。なんでタモちゃんが仕切る選挙を勝てるか言ったらそういうことです。パンパンやな。で、じゃあ逆に言うとね、下品やった大和田伸がなんで勝たれへんかったかって問いを立てるべきなんです。俺のロジックを崩そうと思うと、下品やった大和田伸がなぜ勝てなかったんですかっていう話ですよ。弱いもんいじめしてたからですよ。強いもんに下品にチャレンジするからかっこええんです。大和田伸が勝とうと思ったら僕は自民党ですけど高市さん批判しますって言ってたらよかったんです。絶対勝ってたよ。数少ない方に文句言うてるから、周りから見て、あんなに下品なのに関わらず、たもっちゃんの下品な方が選挙に勝てる論理からずれるのは、その下品さの向かう方向が数の少ない方、弱い方やったから、周りから下品を通り越して下劣に見えたんですよ。それこそこの本読んだらようわかりますけど、読んだ？俺のその下品さの選挙っていう話はようわかると思いますけど、この時になんでこいつらが下品でとどまって下劣に見えへんかったか言うたら、戦ってる相手がオールドメディアという強いやつやったからですよ。わかる？で、その道徳の世界で言うとね、強いもんにほげたを上げる段階で道徳的じゃないんですよ。まあええわ。とりあえずね、皆さんこの限界地方政治読んでね、第6章の俺の文章を読んでツイッターに感想を書きまくってください。そうや、斉藤元彦の話一個最後にしとかな。人事課の宿題の回答はまだやし、電話かかってけえへんことを思って回答としようと思って。昨日なんですが、夜、YouTube も上げたんでご覧になった方もおられるかもわかりませんが、いわゆる知事部局と言われる部局に対して、すべてこのファックスを送っております。夕べのうちに送ってるんで、今朝会社行ったら届いてるってことだるということだと思います。令和8年7月2日、兵庫県庁各部署ご担当者様。プロレス家菅野保ということで。公益通報者保護法第11条の3の解釈に関する政府答弁書の送付及び省内周知のお願いということで、文書を送りました。背景時価ますますご清聴のことと喜び申し上げます。令和8年6月26日、内閣は高市早苗総理大臣名にて、参議院議員石垣のりこ氏提出の質問主意書、質問第54号、同月15日提出に対する閣議決定済み答弁書を参議院議長に送付いたしました。内閣参室221第54号。本答弁書は公益通報者保護法に関し、報道機関等への外部通報を行った者、いわゆる3号通報者に対する探索行為に関する政府の法解釈を明示したものです。要点は次の通りです。令和7年改正前の旧法下においても、法第11条第4項に基づく法定指針、令和3年内閣府告示第118号は、事業者に対し、やむを得ない場合を除き、通報者の探索を防止する措置を取ることを義務付けており、
また、探索範囲外共有を行った労働者役員等を懲戒処分その他の措置の対象とすることを義務付けていた。2、令和7年改正で新設された法第11条の3は、新たに創設したものではなく、以前から法定指針にて禁止されていた行為を改めて法律上明確化したものである。3、広域通報をした可能性がある人に対し通報したか否かを問う行為や、通報者を特定するために従業員の端末やサーバーの内容を確認する行為等が禁止される探索にあたりうる。4、別の目的を掲げていても、それが表面上のみであり、実際には通報者探索を目的とした場合には、正当な理由のない探索に該当しうる。5、政府は探索が行われれば、通報者が自ら公益通報したことが他者に知られる懸念から公益通報を躊躇することが想定されるとして、公益通報を萎縮させる恐れがあると認識している。つきましては、質問収書及び答弁書の全文を添付いたします。機長におかれましては、関係各部署への周知にご活用いただきたくお願い申し上げます。敬具と。添付質問収書に答弁書ということで、知事部局すべてに送っております。送った、宛先の一部を、見ていただきましょうか。ここだけではないんですけどね。こういうところに送ってます。こういうところに一部ね。僕の意図を正確に見抜いてる人が一人いましたね。ツイッターに。なんでこんなことをしたのかっていうのは。まあ誰とは言いませんが。僕の意図を正確にツイッターで、さすが弁護士ですね。僕の意図を正確に見抜いてる人がいらっしゃいましたね。これお返事求めてませんからね、僕。お返事なんか欲しくないですよ。周知していただければ十分でございます。そんなもん、お前、物書きから来たファックスで役所が左右されるか。その通りでしょうな。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。